女が嫌いなの、うちは。それはちょっと私は分かんないねやっぱ女だから女が嫌いっていうのは分からん。いや、女だから女が嫌いなんじゃなくて、女の面倒くさいところが嫌いなのよ。いや、私女にあんま面倒くさいと思ったことはないかな。あ、本当？面倒くさい女に会ったことない？いや、それはあるよそれはあるよそれはあるけど、女だからじゃなくてそいつが面倒くせえって感あじで、若干女に数が多いのも知ってるぐらい男でもいるじゃん、面倒くさい人いるけど、女の人の方が率が高いなって思うのと、まあかまって率が高いのも女の子だよねとは思うぐらい。そう。で自分が該当しないだけっていうぐらい。そう。まあ、なんかさ、うちらの前の職場の先輩で、ちょうどももちゃんが被ってない人がいるんだけど。あ、入れ替わりで入った人ね。そう、入れ替わりで入った人。写真だけ見た。そうそうそう。ちょっとぽっちゃりの。もうね、デブとしか言いようがない。ぽっちゃりって言ったじゃん、私もうデブとしか言いようがない。もうね、デブとしか形容しようのない先輩がいるわけ。柔らかく言うとぽっちゃり。デブなの。でも、ヨコちゃん以外の男の人たちにも言ったら、いや、ぽっちゃりっていうかデブだよって言われた。もうデブだね。そう。私、なんて言っていいか分からなかったんだけど。まあ体型はさておきね。体型はさておきね。関係ないからね。そうそうそう。内部には。まあその先輩がね、もうなんか、あれなのよ。こう、もう PMS を擬人化したみたいな人で。やだ。もう、もうその人のその月1の時期もうすごいのよ。じゃあ本当に毎回そういうんじゃなくて、面倒くさくない時もあるけども、そういう時がそういう日なの。著しいね。そう、その時が著しい。ピリオド日がそういう。そう、ピリオド日が著しい。そう、うざさ著しいの。すごいやばい。もうね、なんていうのかな、みんなうちにだけ。違う、うちにだけか。うちにだけ。その時、それめんどくせえな。そう、その時ね、まあ小さい部署だったじゃん、うちのところ。小さいで、まあ男がほとんどだったじゃん。で、女がヨコちゃん以外男だってね、私が入ったそう時点でもう。そうだから少なくて、でもう一人いたじゃん、別の人。まあその人もめんどくさいんだけど、でもそれも私会ってないじゃん。そうだね。結局女はヨコちゃんしかいなかったね。入った時点で女の人がバタバタって辞めた時だったのかもしれないね。その時、まあその人もわかんない、その人にはどうだったのかわかんないけど、なんかまあその人からするとうちが結構年下で、何歳離れてたんだろうな、同い年ぐらいだったか。でも私と同い年だから7歳差だったの。だよね。で年下のしかも女がうちしかいなくて、あとみんな男ばっかりで、もうそのピリオド期はもうものすごい機嫌が悪いわけ、うちにだけ。うちにだけさ、私さ、自分がちょっとその気があるからなのよ。生理の中にイライラするんだけど、男の人の匂いがダメなんだよ、その時期だけ。だから女にイライラするのは分かんないかも、ちょっと彼女の気持ちが分かんないけど、女の人と一緒にいたいぐらいのその時期。分かんないけど、もうその引き継ぎの時とかにさ、机にこう突っ伏してさ、でまあ心配するじゃん。ちなみに仕事だからね突っ伏してる時点でおかしいけどね、引き継ぎ中に。まあ分かるよ、うちもお腹痛くなってなんかうずくまりたくなる時はあるけど、あるけど、もうなんかうちに対してだけもうあれやってよみたいな、これやってよみたいな、それはさ、男の人の目の前でも言わんの？もう言わない。もうなんかそう男の人が「大丈夫？なんか体調悪いの？」って言ったら「お腹痛い」とかってこのデブと思って。まあデブは関係ない。繰り返し言うけど関係ないけどね。関係ないんだけど、デブでも性格のいい人は多分います。多分いるんだけど、なんかもう全部相まってなんかもうイラっときちゃって。そうだね。このデブと思って。そうだね。そうで、なんつうのかな、癖にって言っちゃいそうだね。デブのくせにって言っちゃいそうだよね。禁句なんだけどね、言っちゃいけないんだけど。ダメ。デブはね、穏やかであるべきだと思ってるからデブの唯一の利点、癒してほしいよね。癒しのぽやぽやのデブは許せる。癒してほしい。可愛いから。そう尖っちゃうとね。デブのくせにって言われるからデブのくせにリュックサック背負うんじゃねえよっていうのと同じだが、その子のはでもちょっと問題だね。そう案件ごとにログを書いていくじゃんか。でわかんない、見たかわかんないけど、その人のやつすげえ感情的なの、すげえ自己視点なの。あ、見てない。当たったことない。見えてこないのよ、情景がもうその人がどんだけ怒ってたかしか伝わってこなくてさ、でみたいな、本当に頭にきましたみたいなことが書いてあるようなやつだよね。そう信じられませんみたいなこと書いてて、お前の気持ちは別にいいんだけど事実そうだね、全然伝わってこない。もうなんかもうそういう意味で、仕事は普段は普通なの？要するにそこは気になるんだよね。そういう人たち仕事ができるとあまり思ってないから。うちも仕事ができると思わなかった。なんかそうだよね。
そうでもできない自覚ないでしょそういう人って。全然ない。そうなんだよ。なんていうのかな、うちがどれだけその仕事の、なんていうのやり方を把握してるかっていうのを把握できてなくてそう把握ベタね。把握ベタなの。ちょっとそれ私分かるな。この質問してるんだからここは理解してるって分かんないかなっていうのが分かんないわけ、だから一から始めちゃうので、イライラしてんの、うちが分かってないと思ってるから。でうちはそれを見ながら、心の奥底で笑い転げてて、こいつバカだなと思って、デブだけじゃなくてバカだなと思ってデブ関係ないけど救えないなと思って思いながらさ、そう。いや全国のデブには謝った方がいいですだって評判下げてるもんねデブであること。そうだね、デブは関係ない、デブは関係ないんだけど、分かってる。もうでもそういう問題があるところになるとピックアップされて言われちゃうよっていう言われちゃうよね。そうそうそう。でもその人が辞めていく時にさ、超長文のメールをくれて、もう陽子最初は全然分かってなくて、でも私が教えたおかげでちゃんと最後には分かってくれてよかったみたいな。本当に直接的に書いてあるの、すごいね。すごいよ。そんなわけはないもんね。他の人もいるわけだからね。そんなわけはない、そんなわけはないし、もうお前の的外れなアドバイスを何時間聞き流しただろうかっていう、なんかかわいそうだなと思ってそうでね、今後も連絡取れるようにかな、なんかメールアドレスくれたんだけども、一度も連絡せず、だろうなと思って聞いてたよ。うちもその社内メールをそのまま置いてきてさようなら先輩、さようなら。でも取ってほしいとも思ってたかなかな、どうだろう、多分ね。でもさ、それまで連絡取ってないわけだ、どれぐらい一緒に働いたのその人と。うちが入ってからその人が辞めるまででしょそのぐらいで1年。こっちゃんと一緒に働いてないんだよ私実は何ヶ月かしか。そうだよね、1年ちょいぐらいじゃないかな。じゃあ結構いたけど、その間は連絡先交換してないわけじゃん。もう交換しないよねそしたら。まあね、そうでもなんかお互い涙ながらに、うちもさ一応もうお世話になってたからね。今思うと今思うとそのなんかメールの内容はもう最後までこの人的外れだなと思うけど、なんかやっぱりお世話になってたし、いろいろ手作りの差し入れ作ってきてくれたりとかしたし、ごめんその話はもう地雷だね。触れたけどごめんデブのくせにって手作り持ってきやがってと思ってでもまあ清潔感がある人だったかもしれないかな、私は知らないけどね。すごい清潔感がある人。じゃあ全然大丈夫です。掃除とか大好きだったし、その恨みがね、なんか女への恨みがすり替わっちゃってね。待ってひどいよ